まあそれで、今回より検証するダメージチャートを一新。ビルドインからユニット式へ、そしてよりわかりやすく、より情報量を多くしてみました。それじゃあ、ハルマッタンの詳細な検証、行ってみよう。オーロボッツ&オータイタンズフランベチャンネルへようこそ。いやーねー、どうにもわかりにくい武器だねこのハルマッタン。何がどうなりどれと比較するとどうなんだってね。そこで、前回は距離減衰と簡単な比較だったんで、もう少し深いところも検証してみます。それじゃまずは、割合ダメージの特徴を、極端な例と、よりバトルシーンに近い火力で比較してみます。そうその前に、公式サイトに突如ぶち上げられたこれね。スペアパーツ、だってさ、何がどう変わるのか、まとめてみると、まあ時間経過でアップグレードが進む仕組みから、スペアパーツってものを使ってアップグレードさせるんだね。ただしゴールドでも一気にグレードアップする仕組みは残るようだが。で、その流れから理解してみると、まずスペアパーツはワークショップで生成される追加のワークショップアイテムならばいいのだがね。そしてその生成は1日1500で制限される。つまり今のワークショップの仕組みと同じだね。そうして得られる1日1500のスペアパーツを使ってボットや武器を即時アップグレードさせるってことを。これが基本だね。もちろんこれはストック可能だね。これもおそらく販売するんだろうね。ここで儲かる仕組みを作ったんだねピクソニックよ。でコマンダーにとってそのメリットは時間短縮なのだがここで落とし穴。マーク1のアップグレード時間は大幅に短縮される。ここはマーク112を基本とするフランベにとってはありがたい。しかしマーク2となると話は別だ。ボットについては 116% の時間増加となるね。ここだろう。ボットに関してはよりレベルを上げるコマンダーにとってはこの部分で見るとコストアップとなるんだね。それじゃ戻ってハルマッタンの分かりづらいダメージだが、今見ているチャートは敵の耐久値100万の場合で固定ダメージと割合ダメージを分解しました。重武器を見てみるとブルーが割合ダメージ、イエローが固定ダメージね。これだけの敵耐久値あるとこんだけの差が生まれるよね。つまり固定ダメージのインパクトは相当に低いと言えるね。では次に敵の耐久値が20万の場合での固定と割合のダメージね。そこに加えてマーク1レベル12の固定ダメージを比較してみました。もちろんマーク3までアップグレードさせりゃそれなりの火力ではあるのだが、バトルシーンでの火力はブルーに加えてピンクもしくはグリーンとなるからね。これしかも25メートル以内の 100% ダメージだし、50メートル離れりゃ 60% 以下に低減するから、絶対火力のその差もさほど大きなものでなくなるね。では改めて敵の耐久値が100万、この時のマーク3とマーク1レベル12、このダメージインパクトを確認してみると、どうだろう。極端じゃあるが、そのレベル差のインパクトってもちろんガチに言ってるコマンダーはそのわずかな差でもこだわるとこだろう。例えるなら F1 モナコでのセッティングでのトラクションのわずかなリアへの変化がコンマ1秒変わるからマーク3にしなきゃって。これわかりづらいな。いいか。そんなもんだろう。それじゃあ次に重武器で 100% ダメージ、敵の耐久値によるダメージの違いを再確認。かなりの差がつくね。それじゃ同じく敵の耐久値は30万、距離によるダメージも再確認すると、こりゃひどいね。改めてだが80メートル以上離れるともう半分以下になるよね。改めてとはいえ新型だ。それ相当の圧倒的なダメージで過去の武器なんて引き離すでしょうってね。では改めてミューリクスとの比較ではゼロ距離敵耐久値50万で並ぶって感じだね。もうこれは再確認だがアップグレードはほどほどに。そしてあくまでもタイタン専用ボットのビルドとしてこれだろう。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。